コンスタンティヌス一世によるローマの行政改革。イントロダクション。コンスタンティヌス一世は、ローマ帝国の行政システムに、大きな改革をもたらした皇帝として知られています。彼の改革は、帝国の統治体制を根本から変革し、その後の歴史に大きな影響を与えることとなりました。特に、帝国の統治構造の再編成、新首都の建設、そしてキリスト教の公認という3つの重要な改革は、古代ローマから中世ビザンティンへの移行期における、重要な転換点となりました。新しい統治体制の確立。コンスタンティヌス一世ってどんな改革をしたのだ？コンスタンティヌス一世は帝国の統治体制を大きく変えたの。特にディオクレティアヌス帝が確立したテトラルキアを廃止してより中央集権的な統治システムを確立したの。この改革では皇帝を頂点とする明確な官僚制度も整備されたのよ。テトラルキアって何なのだ？テトラルキアは帝国を東西に分割してそれぞれに聖帝と副帝を置いて計4人で統治する制度なの。この制度は広大な帝国を効率的に統治するために導入されたの。でも皇帝間の権力争いや後継者問題で次第に形骸化して内戦の原因にもなっていたの。コンスタンティヌスはライキニウスとの最後の内戦に勝利して324年までに帝国を統一して単独支配体制を確立したのよ。首都の移転と行政の中心化。新しい都も作ったって本当なのだ？その理由も知りたいのだ。330年に古代ビザンティウムの地に新しい首都コンスタンティノープルを建設したの。この都市はボスポラス海峡に位置する戦略的要衝で東西の交易の中心地としても理想的な場所だったの。それから古いローマの異教的な伝統から離れて新しいキリスト教的な帝国の象徴として建設されたのよ。新しい首都を作るとどんないいことがあるのだ？行政の効率が大きく向上するの。東西の境界に位置する新首都は帝国全体の統治をより効果的にできる場所だったの。それから新しい行政区画の設定や官僚制度の整備も行われたの。特に大事なのはプラエフェクトウス、プラエトリ王の役割を軍事から行政へと変更して各管区の最高行政官としたことなの。あとコンスタンティノープルはキリスト教都市として最初から計画的に建設されたことで新時代の理想都市としての性格も持っていたのよ。キリスト教公認と行政への影響。キリスト教を公認したことは行政にも影響があったのだ。とても大きな影響があったわ。313年のミラノミコトのリレーでキリスト教を公認した後、教会組織を帝国の統治機構の大事な一部として組み込んでいったの。具体的には司教に裁判権を与えたり教会に課税免除の特権を与えたりしたの。それから教会の組織力を活用して地方行政の効率化も図ったのよ。なるほど。でもどうしてそんなことをしたのだ？帝国の統一と安定のために新しい精神的支柱が必要だったの。それまでの皇帝崇拝に代わる新しい統合原理としてキリスト教が選ばれたの。教会組織は帝国の行政機構を補完する役割も果たすようになったの。特に地方における行政、地方機能の一部を担うことで帝国の統治を支える大事な存在になっていったのよ。まとめ。コンスタンティヌス一世による行政改革は、テトラルキアの廃止と中央集権化、新首都コンスタンティノープルの建設、そしてキリスト教の公認と教会組織の活用という、3つの大きな柱を中心に行われました。これらの改革は、古代ローマの伝統的な統治体制を大きく変革し、後のビザンティン帝国の基礎を築くことになりました。特に、行政機構の整備と教会組織の活用は、その後の中世ヨーロッパの統治モデルにも、大きな影響を与えることとなったのです。彼の改革は、古代から中世への移行期における重要な転換点として、歴史に大きな足跡を残すこととなりました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。